影18。それは8代将軍徳川吉宗が鬼ヶ番17家のほかに密かに創設し、江戸の町に放った忍びの名である。彼らは武士の身分を隠し市井に暮らし、将軍直々の命を受けてさまざまな悪と戦い続けた。吉宗が死した今、組織は吉宗の四男一橋宗忠に引き継がれた。今度は王子稲荷の音無し橋が落っこちて死人や怪我人が大勢出たんですって。またかい？近頃は神田川の包みが崩れたり養生所の屋根が落ちたりろくなことがありゃしない。だいたい音無し橋も養生所の屋根もご公儀が直したばかりだってのに。近頃大工や職人さん腕が落ちたのかね。ねえ、こももちゃんはあったわね。男の神は言わねえよ。その祠の中に手を入れてみてくれないか。何者だよ、おめさん。なんだか苛立ってるようだな。見ての通りのスロー人だ。早くその祠の中に手を突っ込んでみてくれ。今までずっとそうしていたんだろう。滞っていた半年分の給金だそうだ。影淵というのかな。吉宗公が亡くなって半年、今まで何の沙汰もなしに放っておいてすまなかった、そう申し伝えてくれとのことだ。誰がそう申してるんで。さあ、俺はただのつなぎだ。詳しいことは分からん。おう、俺は八坂蔵之介という。とにかくお前さんに仲間を集めてもらって影18の働きをもう一度やってほしいとのことだ。おう、何をするんだ、もったいねえ。半年もほっときやがって虫が良すぎやしねえか。吉宗公が亡くなった今、もう闇の組織はお役御免だと思っていたぜ。それをまた続けることになったんだ。だから俺はこうして金を持ってきた。おめさんも親の後を継いだ影18の棟梁なら全うしてくれよ。親父たちがどんな思いをして役目を果たしていたのか知ってるのか。加納平左衛門は亡き吉宗公の信頼厚い紀州以来の忠義の師と聞いておるが。忠義の師か。都合のいい言葉だ。そんな風に持ち上げられた親父は妻や娘を紀州に置き去りにさせられ、まだ小さかった男の俺だけを連れて江戸に出てきた。忠義の陰で母と妹は泣いて暮らしてたんだぜ。それにその忠義の師は少ねえ影淵を探索に費やし、暮らしのために傘張りや用心棒、人足働きに追いまくられていたんだ。
おめえさんが怒るのはよくわかる。だがよ、忠義ってのはもともとそんなもんじゃねえのかい。俺みてえなこすからい男にはとても真似はできねえが、とにかくもう一度仲間を集めて影18で働いてくれ。断る。俺には忠義を尽くす相手はいねえ。それに親父のように闇討ちにあって死ぬのは真っ平だ。親父は食い詰め浪人として死んだんだ。俺は親父の棺桶を乗せた大八車を引いて、その時公儀は何をしてくれた？忠義を尽くした吉宗公は何をしてくれた？武士の誇りなどみじんもねえわびしい弔いだったぜ。おめえさんの言うことは何もかももっともだ。だがな、俺も弱え立場の男で断らないとお役に顔が立たねえんだ。困っちまうんだよ。アメさん、おめえも綺麗な家業じゃねえんだろ。気が立ってるな。しばらく働いてねえからじゃねえのかい。おめえさん食えねえやつだな。おう、あちらよ。アメさんお帰り。お客さんがお待ちかねですぜ。おかえりなさい。おかえりなさい。アメさん、こちらこの先の長屋に住むお町さん。お待ちです。さあお町さん、自分でお願いしてごらんなさい。はい。私近々大工の文吉さんと祝言を挙げるんです。おお、そいつはめでたいな。100文で足りるとは思ってませんが、評判の雨太郎さんに花嫁化粧をしてもらいたいんです。アメさん、お町さん、お父っつぁんがずっと寝たきりでしてね、一世一代の晴れ姿きれいに見せてあげたいんですよ。化粧なんて金の余ってる女か商売女がするもんだ。余裕のない金を使ってするもんじゃない。それももっともだ。あなたどなたなんですか？今日な、アメさんに機嫌が悪いんだ。俺の頼みを断られた。だが娘さん、諦めちゃダメだぞ。日を改めるか、お互いにな。はい、諦めません。私絶対に諦めません。それでいい。人の気持ちがわからん男じゃないなあ、アメさん。勝手に決めないでくれ。遅かったな。分かったか？誰だ？俺は勘定吟味方改め役島崎清之進だ。俺の探索が目障りなやつの手のものか？その通り。余計なことに首を突っ込むな。その声聞いた覚えがある。島崎の旦那、文吉。文吉。旦那。文吉。旦那、大丈夫ですか？旦那。旦那。おい、何をしている？違う、俺がやったんじゃねえ。俺が来た時にはもう倒れてたんだよ。じゃあその合い口は何だ？番屋でゆっくり話を聞こう。違う、俺がやったんじゃねえよ。しっかりしなさい。しっかりしなさい。文吉。さてお立ち会い。この世には人を惑わす108つの煩悩があり、
誰でも一つや二つの罪を背負っている。その罪を償うためには命がけ。だがそう簡単に命なんかかけられぬ。そこで私が皆さんに代わって命をかけてみせましょう。ここからパッと飛び降りて、命を落とせば信心不足の地獄行き。うまく降りた暁にお布施を恵んでくだされば、この私はもちろん皆さんのどんな罪もさっと消え、万々歳の極楽浄土。さあ、とくとご承覧あれ。うまくいきますように。危ない。大丈夫かい坊や。やめて、やめなさい、おとじろ。どうしたんだよ、ハルさん。猪吉さん、おとじろを止めてください。やめろと。おい、やめろ。殺す気か。すいません。あのバカ野郎、姉さんの尻をなぜ回しやがったんだよ。尻を撫でて半殺しとは合わねえな。でもね、おとじろ、この商売はしてる限りそんなこと気にしちゃダメよ。だから俺は飲み屋商売なんて嫌いだっつってんだよ。この子この頃イライラしてとても怒りっぽくなってるんです。どうしたのかしら。私心配です。イライラか。それはこっちも同じだがね。板前だけの毎日なんかちっとも面白くねえや。音、おめえ板前じゃねえか。それ以外何かしてんのか。そうですよ。意見してやってください。どうしたんですか。鼻血が止まらなくてな。鬱陶しくてかな。酒をくれ。ダメですよ、お酒は。余計鼻血が出ますよ。それより名監堂に行った方がいいわ。おとじろ、連れてってあげなさい。冗談じゃねえよ。あんなオランダかぶれの医者なんか真っ平だよ。原因探求が大切なの。西洋小刀で鼻をギューッと切り開いて、死因は出血多量。楽しみになってきた。猪野さん、行こう。おい、やめろよお前。おとちゃん、しっかり押さえててね。おい、助けてくれよ。今助けてあげます。おい、やめろ。やめろ。我慢してね。やめろ。我慢して。はい。おとちゃんありがとう。鼻血だけのはずだぜ。なぜ鼻血が出やすいか、原因探求が大切なの。だろ、猪野さん。で、原因は？猪野さんのは鼻の骨のズレ。頼まねえところを直してくれたって治療代は鼻血分だけだぜ。何かあったんですかい。影18につなぎがあった。仲間を集めて再び仕事をしてくれとな。やったぜ。で、誰です。吉宗公に代わって束ねてくださるお方は。ご当代家重様。わからん。つなぎは八坂蔵之助って浪人だ。そんなの誰でもいい。これで料理とにらめっこの毎日も終わりだ。まあ、とにかく滞っていた影淵がまたいただけるってわけだ。猪野さん、俺は断った。断った？どうして？割に合わねえ忠義を押し付けられるのはもういいだろう。そうね、私もそう思うわ。影18なんて親の代の昔のこと。今の私たちに関わりはないし、裏家業なんてもうまっぴら。私、表家業の医者だけで生きていきたい。そうはいかねえ。俺はその親の代の生き残りだ。俺だって陰でいたい。たとえ命を落としても板前やってるよりはいい。血が騒がねえと生きてるって気がしねえんだよ。あんたはただの跳ねっ返り。ミキさん、そりゃあんたは医術を極めるって夢があるだろうけど、俺には影18しかねえんだ。とにかく俺は断った。みんなも八坂って浪人の申し出は断ることで腹を決めてくれ。アメさん、本気で足洗うつもりか。それとも
吉宗公が亡くなって半年も音沙汰なかったお上の冷たい仕打ちに腹を立て拗ねて見せてるのかい？影18なんて世の中の役に立ってるのかい？役に立つタタンは俺たちの預かり知らぬところだ。忠義だよ。アメさんは嫌いだろうがそうとでも思わなきゃ何のために武士の家柄を捨て市政の大道芸に身をやつしたか俺には整理できねえんだよ。娘さんが大変です。早く。あ、おい、娘さん、何やってるんだよ。待つな。やめろ。やめねえか。離して。お松さん。お父さん離して。私は死ぬんです。落ち着け。離してください。落ち着くんだよ。離して。花嫁化粧どころか危うく死に化粧じゃないか。どうして死のうなんて思い詰めたんだい。文吉さんが人を殺して逃げたんです。文吉って確かお町さんの言い名付けだったな。はい。で誰をどうして殺したんだい。島崎様ってお侍を。でも島崎様は恩人なんです。昔文吉さんが博打の揉め事で殺されそうになったのを助けてくれた恩人なんです。だったら文吉はどうして逃げ出したんだろう。文吉さん倒れた島崎様のそばで血だらけの合口を持っているのをお役人に見られたんです。だから奉行所は文吉さんを下手人と疑ってるんです。捕まってもな吟味ってもんがあるんだ。殺しちゃいねえものは獄門にはならねえ。とにかくお前さんあんた諦めが早すぎるよ。私絶対に諦めませんって言ったお町さんに戻るんだ。どうも気がとがめていかん。アメさん、おめさんにもそいつを半分背負ってもらうぜ。俺は島崎清之進なんて侍知らねえよ。近頃公儀の不審に手抜きがあるようだ。事故が頻繁に起きる。その探索をおめさん方影18に頼んだんだが断られた。俺は密かに島崎さんに手伝ってもらっていたんだ。だから半分背負ってもらうのさ。じゃあ手抜きは本当で露見するのを恐れた奴らが島崎を殺したってのか。そうはもうその場に居合わせた文吉ってやつが逃げてる以上そうとも決めかねる。ところでアメさん、知らねえはずの島崎さんの弔いになんで現れたんだい。町奉行所は文吉を下手人と決めつけているが、もし無実なら晴らしてやりてえ。気が咎めるなんてそんな軽いことじゃねえ。一生消えねえ傷だ。俺は子供の頃自分の罪を他人に着せちまった。それだけじゃねえ。俺はそいつをかばうふりさえしたんだ。お前が取ったんだろ。違う、俺じゃない。俺が取ったんじゃない。さっき泥棒。そうだよ、違う、小吉は泥棒なんかじゃない。正直でいいやつだ。俺は小吉を信じてる。悪いことはいろいろしてきたが、あれほど後味の悪いものはなかった。俺が影18で働いたのはあの日の下手人俺を探し出して切るためだ。柄にもねえ弱みを見せるじゃねえかい。寂しい弔いのせいだ。だが親父の弔いはもっと寂しくって惨めだった。安倍さん、その昔の罪滅ぼしに
もう一度影18をやっちゃくれねえか。そうなると俺の顔も立つ。助かるんだよな。あんた腕も頭も切れそうだ。影19でも作っちゃどうだ。19か。俺にはそんな器量はねえ。飯野さん、もういい。じゃあ開けるよ。ここへ寝かせて。文吉さんが持っていたという合口の背中の刺し傷、どうやら致命傷じゃないわ。刀で頸動脈を切られたのが死因ね。大工にできる仕業じゃねえな。下手人は2人組、それも1人はかなりの手だれ、侍よ。町方が見張ってやがる。当たり前だ。しっかり見張って逃げてる文吉を捕まえ、まっとうなお裁きをしてもらわんとな。猪野さん、文吉のおっかさんですね。ああ、かわいそうに。あんなにやつれちまって。だけどあいつらは気に入らねえな。猪野さん、なんだろうねあいつら。なんだろうねあいつらって。よく考えてみろよ。文吉が町方に捕まったら困るやつらだろうが。音、頭を使うことも覚えねえで突っ走ってばかりいちゃいい影にはなれねえぜ。分かってるよ。俺だっていつも頭使おうとしてるんだよ猪野さん。どうもありがとうございました。そうか、文吉はまだ戻らないか。ええ、町方もイライラしてるようですよ。勘吉、文吉を絶対町方の手に渡してはならん。必ず始末するんだ。ええ、奉行所で材木吟味のことをいろいろ喋られるとこちらの命取り頼んだよ、勘吉。承知しております。島崎が密かに文吉なる大工を使っていたとは。だが果たして島崎だけの知恵なのか。前田様、ではどなたかが島崎に？はい、横になってください。お前さん、本当に文吉から連絡はないんだな。はい。連絡があったらすぐに俺に知らせてくれ。もし無理な時は町方に届けるんだ。町方に知らせるなんてできません。そんなこと。それこそ文吉さん獄門にされてしまいます。下手人じゃないものは獄門にはならん。お前さん、町方の他に文吉を探し出し殺そうとしている奴がいる。今はそいつらに文吉を捕まえさせないことが一番肝心なんだよ。わかるな？
早く文吉さんの疑いを晴らして祝言を挙げないとお町さんのお父っつぁん一人娘の花嫁姿見られないかもしれない。ミキ、オランダをだんだん遠くしまうようだな。そうね。私ね、長崎で修行をしてオランダ医術の素晴らしさを知ったの。だから分かっている病気を分かりきった薬で治すのあまり興味が持てなくなったの。だって本さえ読めば誰にだってできるんですもの。私は原因も治し方も分からないそんな病気を調べ、新しい治し方を見つけて他の医者にも知らせ、医術の進歩に尽くしたい。そしてオランダと同じところに立ちたい。そう思ってきたのよ。そいつが貧乏長屋の風邪っ引きに払いた、おまけに鼻血止め夢とは大違いだ。でもね、わからない病気の治し方は結局人をよく見て人の心の深いところを知ることから始まると思うの。だから長屋の人たちの暮らしを見るのもオランダに行く土台作りだって思うようになったの。医術だけを学びたかった私に医術も影18の役目のためだと押し付けた父が、昔は嫌いで憎くて仕方がなかったけど今はなんだかわかるような気がする。でもね、その時は本当に父が嫌いだった。アメさんは？同じさ。俺が20年前家を飛び出して悪いことをしていたのは親父のせいもある。子供の頃筆を盗み、そいつをしらばっくれていたことを知りながら親父は一言も俺を責めなかった。そいつは殴られたり説教されるよりつらかったよ。それで逃げたの？だが親父が闇討ちに遭い、俺に会いたがっていると知らされて駆けつけた。その時親父は何て言ったと思う？殴られる痛さより殴られない痛さを分かる男になる。身に染みたよ。アメさん、私どんなに辛いことでも忘れて生きていける強い人より些細なことでもずっと大事にして生きていく人の方が素敵だと思う。そんな人好きよ。お待ち、見るな。知らんぷりしてろ。俺が親方と建てたこのお堂にきっと来てくれると思ってずっとここで待ってたんだ。文吉さん。お待ち、俺もうどうしていいか分かんねえんだよ。もう逃げないで。文吉、木曽屋に来た侍は勘定奉行配下の前田平九郎ってやつだ。注文する公儀の役人が注文を受ける材木問屋に来ていたってわけね。ああ、そして殺されたのが取引に不正がないか調べる勘定吟味方改め役の島崎清之進。役者が揃ってきたな。問題は悪党の黒幕だ。勘定組頭と木曽屋じゃあまりに小物すぎる。大きな公金を出し入れできる役どころあたりが黒幕だな。おそらくな。アメさん、文吉がお縄になりました。そうか。ひとまず安心だが、アメさん、向こうも知ったとなると。うん。文吉の口封じを狙ってくるだろう。文吉、まことその方、島崎殿を殺してはおらぬと申すのだな。はい、本当です。信じてください。ではなぜ逃げたのだ？恐ろしくなってつい。
でも後悔しました。逃げずにちゃんとお役人様にお話しするべきだったと後悔しました。見聞書によれば死因は頸動脈の人たち。大工のその方の仕業とは思えぬ手口だが、誰かと一緒ではなかったのか？いいえ、私は一人でした。入れ。皆さん新入りです。よろしくお頼みします。ごめんなさいよ。音。でもこの野郎が頭使えってんだ、頭を。おい、この竹串を10本の指の爪の間にしっかりと打ち込んでやるぜ。痛えぞ。泣くなよ。音、しっかり押さえてな。やめてくれ。前田様だ。島崎を殺したのは前田様だ。おう、前田。源兵衛の手の者が北町奉行所に潜り込んだまま帰らぬそうだ。おそらく忍びの仕業でしょう。忍びだと？さよう。どうすればよい？放っておけば普請奉行の新藤様は無論、勘定奉行の青山様もただでは済みません。ここは木曽屋源兵衛とのつながりを断ち切るべきかと。前田さん、新藤様。それで俺、木曽屋がご公儀に下ろす材木の目利きをして、で島崎の旦那と落ち合ったんです。木曽屋の材木の目利きの守備はどうだったんだ？もうひでえなんてもんじゃありません。傷物や古材を高値でご公儀に納めてたんです。黒幕は黙って受け取っていた不審奉行ってことね。アメさん、イノさんがトカゲの尻尾切りが始まったからすぐ来てくれってさ。うまいことをしやがる。首っちり自殺に見せかけるとはな。アコギの真似をして金を貯めても殺されちまったら何にもならねえな。悪党でも結局は一番下っ端が割を食うんだな。仕組みが大きくなればなるほど大きな悪事をするやつが出てくるもんだ。公儀なんてそんなもんだ。町人は誰も信じちゃいねえ。役人の上の上のお偉いさんは金と女にどっぷりだ。まあそんなやつはごく一部だ。大方の者は真面目にお役目を果たしている。だがそんなさじ加減なできるな勘定奉行の青山出雲守かな。だが木曽屋が殺されたとなるとつながりが証明できねえし、
たとえ表情を開いたとしても青山は裁く側の一人だ。正しい裁きは無理だ。悪党と分かっていながらいつもそんな公儀のからくりがうやむやのうちに一件落着させちまう。腹が立つかいアメさん。当たり前だ。やったやつが生き延びてやらねえやつが罪を着せられる。許せねえよ。だからよ、そんな時のために影18が必要なんだよ。青山と進藤は俺が呼び出すように計らうぜ。いや、誰か偉い人に頼んでな。奴らもすでに守りは固めてるだろう。引きずり出すにはそれしか手はねえ。影18闇裁き、何者にも遠慮は無用か。おう。いや、これで俺の顔も立つって言うんだ。頼むぜ。一橋宗忠様。いや、八坂さん、いずれまた。誰だい？つなぎ役の八坂蔵之介だ。へえ、あいつがね。日野さん、三木とうとう呼んでくれ。一橋様がお招きだと？はい。今宵一橋様中屋敷にお忍びでお越しくださるとお招きにございます。いかがいたしましょう？一橋宗忠様は上様弟君。お招きにお連れよりあるまい。しかし切れ者と噂の高い一橋様、もしや例の一件では？そうビクビクする名前だ。一橋宗忠という方は上様より人物器量が優れ公正な方と聞く。いや、万が一表情が開かれるとなったところでその人柄を利用して事を運ぶのだ。何と申してもわしは裁きをする側。立派に表情を取りしきれば何の疑いも持たれまい。身勝手のようだが影18、俺はもう一度やる気でこの金を預かってきた。伊野さん、三木、音、どうする？聞くまでもね、長い半年だったぜ、アメさん。影18って誇りがねえと俺は生きてくにも力が入らねえんだよ。アメさん、私にもう一度加わってもらいたい。俺たちには三木が必要だ。よーし、じゃあやる。伊野さんはどうだい？嬉しいな、ゾクゾクしてきたぜ。よし、じゃあ行こう。三木、この金を預かっといてくれ。どうして？私も行く。おめえには医術を使った仕事をしてもらう。殺しは俺たちの仕事だ。どなたでござるか？前田ではないか。これは進藤様。青山様。進藤、なぜここにいる？はあ、一橋様が忍びで参れと。ですがお屋敷の中は無人の様子にて。おい、悪党3匹、やっとガン首揃えやがったな。何者だ？てめえたちが私腹を肥やすためにした悪事でどれだけの人が泣いたか教えてやる。前田。
なたがおられぬか。神道。誰かおらぬか。誰か。影18。やめろ。上様ご一門一橋様のお屋敷、この葵の御門を血で汚す気か。怪我したのはてめえじゃねえか。殿、一大事にございます。御用部屋から50両もの大金を密かに持ち出した者がおります。おう、あれはわしが持ち出した。なんと殿が。これから毎月持ち出すぞ。毎月でございますか。こう面白くない毎日では肩が凝ってならん。わしもたまには酒と女遊びで息抜きをせんとな。よかろう甚兵衛。はい、殿の仰せとあらば。しかし酒と女に50両とはもったいない。お父上様であらせられます吉宗公がお尻に乗ったらなんと仰せになられるやら。ああ、質素倹約が懐かしい。お父っつぁん、